レンジで作るポテトサラダは2つのポイントでもっと美味しく作れるようになります。お疲れ様です。料理研究家ヒロさんキッチンです。ポテトサラダって、茹でるとか蒸すとか電子レンジとかいろいろ作り方ありますよね。その中でも一番美味しく作れるのはもちろんやっぱり茹でたもの。これが一番美味しく作れるんですけど、時間がね、やっぱめちゃくちゃかかっちゃうんですよね。なので僕もやっぱ電子レンジですね。電子レンジで普段ポテトサラダを作っています。今日はですね、そんな電子レンジで作るいつもの作り方に2つだけポイント足します。これで茹でて時間をかけて作ったポテトサラダと同じくらいの美味しさにできるようになります。それでは早速材料を見てみましょう。じゃがいも、マヨネーズ、塩、胡椒になってます。ポテトサラダのベースを作るのはこれだけです。具は後で紹介します。ではまずちょっとじゃがいも切ります。はい、じゃがいも切り終わりました。こんな感じで一口の大きさに切ってもらえば OK です。それではまず第1のポイントを紹介します。切ったじゃがいもの重さ測ります。で、この測ったじゃがいもの重さの 0.5% の塩を用意します。今日はこれ 500g なので塩は 2.5g です。この塩の量はじゃがいもの重さ割る200で出てきます。ちょっと計算してみてください。そしてこの塩の量が第1のポイントになってます。この塩がじゃがいもの旨味を引き出してくれます。それでこの塩は切ったじゃがいもを1回水で洗って水切ります。そして塩なじませます。はい、これで準備 OK です。それでは次、電子レンジで温めていきます。さあ、ラップをして温めるんですけど、ここが第2のポイントです。電子レンジは低ワットでじっくり温め、これでじゃがいもが美味しくなります。普段は600ワットで温めることがあると思うんですけど、今日は1段階下の500ワットでじっくり温めていきます。なぜかっていうと、じゃがいものでんぷんですね。これはゆっくり加熱してあげることによって、糖に変わって美味しさが引き出されるからなんです。それでは温めます。はい、柔らかくなるまで温まりました。今日はですね、これぐらいの量を温めるのに約12分ですね。ちょっと長いかなと思うかもしれないんですけど、茹でると30分かかるので、かなり時短になってます。あと、量が少ない時は、3分からとか5分からとか様子を見て温めてみてください。それでは潰します。ここはしっかり潰してもらってもいいですし、ゴロッと残してもらってもお好みで OK です。それでは少し冷めてからマヨネーズ和えていきたいと思います。マヨネーズは熱いうちに入れちゃうと風味が飛んでしまうので冷めてからがおすすめです。マヨネーズの量は好きな量でいいです。今日の方法ならじゃがいもから旨味しっかり出てるのでマヨネーズが少なくても十分美味しくなります。はい、これでポテサラベースの完成です。あとはもうお好みの具を入れてもらえばいいんですけど、今日は僕の一押し紹介します。はい、これゆで卵です。これがね、一番好きなんですよ。それでは混ぜていきます。今日はゆで卵なんですけど、塩もみしたきゅうりとか玉ねぎとかハムとか、炒めたベーコンとか、あともうこの辺はね、もうお好みで全然 OK です。で、こうやって具を足した後もちょっとマヨネーズ少ないなと思ったら、マヨネーズ少しこうやって足して混ぜてもらえば OK です。それでもラスト盛り付けていきます。あとは仕上げに少しだけ黒胡椒。いつもよりか美味しいポテトサラダ完成です。うまっ。シンプルながらにもうこの塩がじゃがいもの旨味風味をめちゃくちゃ引き出してくれてます。
いや、本当にこう、電子レンジでこれ作ったのっていうぐらいびっくりするぐらいの仕上がりですね。さて、いかがだったでしょうか？ポテサラは塩して低ワットで作るでした。まあ今日のこのポテサラですね、僕が普段作ってるやつです。で今日の中のポイントの、この塩の量ですね、0.5% の塩。これさえ知っといてもらえれば、じゃがいもが1個だって、3個だって、10個だって、同じ味で作れるようになります。レシピとかでじゃがいも3個って言われてももうめちゃくちゃいろいろ差があっちゃって困っちゃうなっていう時は今日のこの方法役に立つのでぜひお試しいただけたらなと思います。で、実は今日のですね、この塩して温めるっていうのはいつもご紹介しているエチュベの変則バージョンですね。またこのエチュベの詳しい情報はこちらの動画にあるので見ていただけたらなと思います。また何か感想やコメントなどありましたらお気軽に書いてみてください。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひ今日のポテトサラダ楽しんでいただけたら嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。